にちは、宇野美佐子です。今日は私のいつものスキンケアと、あといつものメイク、皆さんにご覧いただきたいと思います。それではまずはこちら、化粧液がこちらのデューアフターグロードロップです。洗顔後、まず結構とろみのある化粧液なのでたっぷりですね。ちょっと手で温めてからこれは本当にそのしっかりしっとり感がちょうどいい化粧液なので気に入ってます。そして、この化粧液の後にデューの同じシリーズですね、ステップ使い最近してます。デューウォームヒュッケオイル、これをシェイクします。シェイクしたオイルをほんの数滴でいいです。これが不思議で、こうやって手で広げるとじんわりあったかくなるんですよ。でこれで顔を包みます。最後にこちらのデューの同じシリーズですね、タンタンコンクドロップ、春粒ぐらい出してここをほぐしてあげると、この辺の唇の脇の筋肉がふわって溶けていくような感覚がある。でこの顔の輪郭、しっかり顎がシャープになるようにクリームの最後の時にこうやって引っ張って123止めて、これも引っ張って123、メイク前にしっかり顔周りのむくみを取るようなイメージ。月1回は間違いなくそのホルモンバランスの変化で肌が揺らぐタイミングがやってくるんですけど、今のステップは半年、デューは半年ぐらい使い続けてて、割と揺らぐことが少なくなって、なんか調子よく潤ってるなというのは感じてます。そして何やってもダメだっていう時あると思うんですけど、そんな時のお助けスキンケアはこちらです。カロチーノジェル、皮膚科のクリニックで共同開発されてるやつなんですけど、なんだったら化粧水も塗らずに塗る時もあるぐらいお肌のお薬みたいな感じで使うことが多くて、この子を塗ると割と季節の変わり目とか頑固な揺らぎ肌も助けてもらえます。そんな感じでスキンケアは以上です。今は私ツアー中なのでステージメイク、結構モリモリなメイクをしていることがかなり多いんですが、その影響を受けず、なんかこう足りないなって思っていっぱい足さないように、ちょっと引き算を意識したちょい盛り引き算メイクをやっていきたいかなと思います。ではまずは日焼け止めですね。ラロッシュポゼの UV リア XL、 結構真っ白。最近は割とがっつりお肌をトーンアップするのが私の気分です。でこんな感じでトーンアップされましたね。次は下地に行く前にこのスポンジをちょっと大きくさせて、こんなに大きくなりました。このほわほわのスポンジで次の下地とかを伸ばしていきたいと思います。ディオールのフォーエバーグローベル、普段メイクなのに本当にメイクさんにメイクしてもらったみたいなベースになるんですよ。長時間メイクしててもこの子を仕込んでおくと、なんか肌の調子がメイクする前より良くないみたいな。で次、同じシリーズのディオールのフォーエバーフルイドグロー、カバー力もあって毛穴レスなんだけど素肌感があるっていう不思議な魅力を持つファンデです。で私は自分の毛穴に対してこう塗るようにしてます。こういう感じで引き上げる感じ。そうすると私はここら辺の毛穴が一番気になるんですけど、その辺の毛穴が自然と隠れてくれる印象があります。これ私本当に20代の時からずっと使ってるクレドポーのコレクチュールビサージュ、このスティックコンシーラーはマジでカバー力が凄まじいです。どんな憎い吹き出物とかクマとかもしっかり隠してくれるんですよ。今本当になんでってタイミングなんですよ。私もベストコンディションではないんですよね。これマジおすすめ。肌揺らぎがちな人、これあるとマジお助けマンですよ。そしてちょっと陰影も先に入れちゃいます。ちっちゃい可愛いミルク、これは最近見つけたマットブロンザーのスティックタイプなんですけど、見て、こんなに茶色いの。パウダーをやる前に私はシェーディング、これはなぜならクリームタイプなので
ファンデーションとかと同じタイミングでやっちゃって、上からその後パウダーするのが最近のブーム。この生え際にこういう感じで、これをねさっきのスポンジでこう伸ばしていくんですよ。私はパウダーとかでシェーディングもずっとしてきたんですけど、最近これを見つけて、なんかベースの早い段階でシェーディングした方が自然なんじゃないかっていうのを、今の段階ではこれが一応ベストなシェーディングタイミング。ちょっと陰影ができたじゃないですか。私はノーズシャドウもこれで入れちゃいます。これをこうやって伸ばすんです。でこの後にパウダー、ミラノコレクションフェイスアップパウダー2023、とっても可愛いコンパクトがブラシに取ってススススッと、でさっきのシェーディングした部分にも同じように塗っていくと、シェーディングした部分も馴染むかなみたいな感じです。で私は先にハイライトもベースメイクの一つとして入れちゃいます。お肌の立体感を先に作ってからメイクする方が引き算メイクのポイントかなと思っていて、クレドポーボーテルレオスールデクラ201番トワイライツグローデューフェイスから、いろんな色の粒子と細かいラメがここにいて、上質なきらめきなのでやりすぎないんですよね。付属のブラシでスンスンスンって取って、私は目の下、ここの頬骨の高い位置に光を集めます。そしてここにもう一回光を集めます。でさっきシェーディングしたここの鼻の筋をさらに強調したいので、ここにもスンと入れます。これは大好きすぎて結構トゥーマッチなんじゃないかっていうぐらいいつも入れちゃうんですけど、でもなんか入れすぎても入れすぎることがないっていうんですか、なんかすごく上品なパウダーなので、ハイライト好きな方にはぜひ試してもらいたい。今はこのフジコの抜け感アイブロウ、これがめちゃくちゃ好きです。私はこの茶色とこの真ん中のオレンジっぽいので、どれもラメがちょっとずつ入ってて、そのラメのおかげですごくふんわり眉になるんですよ。茶色とちょっとオレンジを混ぜて、まずは眉頭から描きます。眉頭からこう描いて、眉頭の平行位置を決めたら眉下の平行位置を決めます。で平行位置を決めたら間を埋めていくっていう描き方です。眉頭が中に入る眉だと私はどうも顔が丸く見えてしまうので、割と眉頭を上目に描いて、できるだけまっすぐの眉毛にします。こっちも眉頭から平行線を作って、眉尻の平行線を作って間を埋めていく。眉毛はいつも本当に大事なのはこのスクリューブラシで最後整えることですね。眉頭も割と中側にもぼかしたりすると結構ちょうどよく、眉頭がいかにも描いたみたいな硬さのある眉毛じゃなくて、ふんわり立体感のある眉毛になるので、スクリューで結構ぼかして。このブラシは私眉毛サロンに通ってるんですけど、エマイミーという眉毛サロンが独自で開発して出してる眉毛ブラシで、アイシャドウはこちらです。アミューズのアイビーガンシアーパレット。これは色はシアーピーチ03番ですね。私みたいなイエベ系の人はピンクメイクって結構難しいなと思うことが多いと思うんですけど、ちょっとコーラル系が入ってるピンクがあるのでトライしやすいピンクメイクかなと思います。ちょっとコーラルっぽいピンクと上のピンクをちょっとだけ混ぜて目全体に塗っていきます。下まぶたにも色味を仕込んでおきます。上にこのラメ、このちょっとコーラル系のラメが入ったピンク、まぶたの真ん中に。下まぶたはちょっと控えめなこっちのラメ。このパレットのすごいいいのは、この茶色なんだけど締め色にも、ラメが入ってることです。でこれを使ってグッとは締めない、締めすぎないけど陰影をつけながら輝きは忘れないブラウンで目元を
立体的にしていくって感じですかね。下のこのまつげのキワキワ、まつげの配置をちょっと下に嘘つくイメージです。私の生え際もうちょっと下ですみたいなイメージで、この生え際にブラウンをちょっと仕込みます。こんな感じでアイシャドウは以上。次は光系ですね。涙袋だったりグリッターだったりきらめきをプラスしていきたいと思います。ホリカホリカアンダーアイメーカー02ライブリーという色です。3点置きします。目頭にジョン、黒目の下にジョン、あとはこのちょっと粘膜っぽいところにジョンで、これをちょっと手で反対側のペンの方で涙袋好きなところに影を描いて、ちょっとぷっくり感を強調するイメージで、今のホリカホリカでベースの輝きを作ったところで、上からこのYouTubeのグリッターですね、ウォーアイグリッターオレンジブロッサム、秋のちょっと大人な赤っぽいメイクにも合う。YouTubeのグリッターは私がライブ中でもどんだけ汗かいてもどんだけ泣いてもこのグリッターは本当に生き残ってて、結構長い間メイクしてメイク直しできないとかっていう人はすっごいおすすめです。次はアイラインですね。アイラインは最近見つけたこれが大好きでハマってます。これはロモアンドのトゥインクルペンライナー。このラインの中にすっごい絶妙なラメが入ってるんですよ。ラメが細かく入ってるから全然なんかね締まりすぎなくて、目尻だけ。私はいろんなビューラー使ってるんですけど、スックのこのビューラーがまつげを挟んだ時にハサミこぼれがないかなって。今日は引き算メイクなのでまつげもふんわり仕上げていきたいと思います。なのでこのシピシピのミルクティーっぽいブラウンのマスカラを、私はあんまり根元にはつけずに毛先につけるようにしてます。ちょっと根元の黒を残した方が自分の地肌の色に合うというか浮かない気がするので、まつげコームでしっかりセパレートまつげを作ります。私のポイントはカールアップかつセパレートまつげですね。まつげが綺麗に花咲いてると目元がすごい上品に見えますよね。で下まつげは特に明るい色のマスカラを塗ると太陽の光とかもなんかしっかりキャッチしてくれるというか、一緒になって柔らかく目元を明るくしてくれるので、黒で締めるより目元がすごい柔らかくて優しい印象になるので、なんかすっぴんの時より雰囲気が柔らかくないですか？それでは次はチークですね。これは私的には結構衝撃的な出会いで、ディアダリアのピュアリティっていうピンクかな。これは私ネイルも今こうピンクだったりするぐらい青めピンクがタイプなので、どうにかチークで使えないものかと思っていろいろ探して出会った青みピンクチーク。これすごい使いやすくて、ここの割と私はピンク系のチークは上に入れます。このピンクはどの肌色の人にも発色しながら浮かない青みピンクを楽しませてくれるチークなんですよ。結構もう一つ好きなので使ってるのはこのプチプラのセザンヌですね。セザンヌのナチュラルチーク N19 番ベージュチーク。ベージュチークは1個持っておくとすごく便利で、ちょっと血色感だけ足そうかみたいな時にベージュチークは持っておくとすごく便利です。この真ん中はディアダリアなんだけど、ここの上とこの境目はちょっとこのセザンヌでちょっとなじませようかなみたいなテンションで使ってます。このユーチュンのリップは本当に一生落ちない。バラードとかになってくるとマイクの位置が唇と結構近くなってくるんですよね。でそうすると私のマイク真っ白なんですけど、全く真っ白のままなんですよ。グローイングヌードっていう色があるんですけど、このヌードはなんかミルキーな色なんですね。唇の色が一旦整ってすっごく柔らかい粘膜リップっぽい雰囲気になるんですよ。
この粘膜っぽい雰囲気のリップになったら、上からこういうちょっと優しいピンク、これはピンクベリーニっていう大人ベージュピンクみたいなんですけど、これを上に重ねるとさらに大人ふんわり色っぽリップみたいな感じのむっちりリップになるんですよね。まあこのティントリップだけでもいいんですけど、最近はちょっとぷっくりうるうるリップにもハマってるので、上からこの YouChuu のプランプ効果のあるグロスを塗って粘膜ピンクリップの完成。はい、というわけで私の普段メイク完成しました。鏡の中で自分と毎日対峙するじゃないですか。その時ってコンディションによってはなんかいい時も悪い時もあるけれど、まあメイクでどうにかカバーできたりしたら、ちょっと自分のメイク技術に自信が持てたりとか、なんかちょっとアイライン濃すぎちゃったけど意外と可愛くできたかもとか、失敗が成功につながったりとか、本当に毎日のメイクの時間ってちょっとずつアップデートしたり、自分の小さな発見につながる大事な時間だと思って、いつもメイクを楽しんでます。ぜひ皆さんの何か少しでも参考になってくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。